今回は10ヶ月維持しました。どうも、カプラです。癖のある60センチハイタイプ水槽で水陸彩る水草レイアウトを計画した僕は、陰性水草たっぷりの水槽を完成させました。この水槽の10ヶ月後の様子を今日は一緒に見ていこうと思います。さあ、一緒に、どんな風になってるのか見ていきましょう。今日はね、これ本当にお見せしたくてこれがすごいんですよ。今こんな感じになってますこれすごいっすよね。もう水槽じゃないですよねすごく伸びすぎてる草がものすごい状態になってるっていう、水面飛び出す、水草レイアウトです。完全に水上用が展開してますね。最初にもう目に入ってくるのがこの左上に生えてる、ものすごい草ということで、これがピナティフィダです。ハイグロフィラ、ピナティフィダですね。あ、こんなに伸びるんだっていうのを、僕、今回初めて知りましたけど、ものすごい伸びてます。本当に、このぐらいのわずかなちっちゃい株を、ちょっと置いただけなんですよ。それで、10ヶ月経ったら、こんなに伸びましたってすごいですよね。成長具合にも驚きですよ。で、このピナティフィダなんですけど、まあ、ところどころ枯れてるのはあるんですが、かなり伸びてるというような状態で、ですね、綺麗な花が咲くんですよ。ピナティフィダ。紫色のね、綺麗なラベンダー色の花が咲くんですよ。ちっちゃい花が。これがね、また、綺麗でね、可愛いなと、いうふうに思ってるんですけど、まさかね、水槽の上に花が咲くかな、咲くんだなっていうふうにおかしいですよね、これ。ものすごい花が咲いてます。たくさん花が咲いてます。一応、今の季節は、春、5月なので、春になるとね、新芽が出て、で、花が咲くんでしょうか。なんか、4月ぐらいから花咲き始めて、ずーっと咲いてますね。1ヶ月以上。ずっと花が咲いてます。部屋の温度が、だいたいエアコンで管理してまして、20、まあ、4、5度なんですよ。冬の間は花咲いてなかったんですけど、なんか春の陽気になってきてるから、冬の間エアコン管理しててもだいたい20度、21度とか、22度とか、ちょっと低めなんですけど、暖かくなってきて、24、5度に部屋の温度が上がってくるようになったら、花が咲くようになりました。なのでね、多分、一年中暖房で24、5度に管理してたら、もしかしたら一年中花咲いてんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、そのぐらい長い間花が咲いてます。ちょっとね、水中の水草の状態も見ていきましょう。この水面に浮かんでるのはフィランサスフルイタンスっていう浮き草です。光の強さが強ければ強いほど赤くなるっていう、浮き草なんですけど、この水槽は割と光の強さを弱めに設定してます。その理由は水上用が光が強すぎると枯れちゃうっていうのと、あと、水中に植えてるのがほとんど陰性水草なので、光量があまり必要ないので、割とね、弱めの光量設定になってるんですけど、そのおかげか、フィランサスフルイタンスも、緑色でね、水面に浮かべた状態で緑色の状態で維持してます。で、このフィランサスフルイタンスをどかすと、下からね、ここに植えたブセファランドから出てきました。このブセファランドラね、ラメ感もすごい綺麗で、苔一つ生えずに綺麗に育ってますね。これはかなり、成長はね、育て方は成功したのかなというふうに思ってます。かなり綺麗ですね。次に、プレモスですね。プレモスね、植えたんですけど、当初ね、流木にたくさんのプレモスを
活着させました。水上のプレモスはね、がっつりと生えてます。しっかりと生え揃って、たくさんね、こんもりとしたプレモスに成長しました。しっかりね、ここは綺麗に育ってるんじゃないかなと思ってます。で、水中のプレモスはどうかっていうと、これは失敗しましたね。かなり成長状態が悪いです。なんかプレモスが剥げちゃいました。これは多分原因は、光の強さだと思います。なんかいまいち、やっぱり光が入らないと、プレモスね、ちょっと育ちが悪かったかなっていうふうに思ってますね。で、ブセファランドラも一緒にいろいろ植えました。ADA のモスコットで巻いて、ブセファランドラ巻いて、流木に活着させたんですけど、部分的に流木にくっついてるっていうところはあるんですけど、なんだかね、月が悪かったっすね。で、モスコットがね、溶けるのが早かったんですよ。ヤマトのワイビとか、あと、この中に台湾ヤマトのワイビ、トロピカルシュリンプとか、入れてたんですけど、あと、アルジーシュリンプね、入れてたんですけど、結局、そいつらが ADA のモスコットを食べちゃって、早めに切れちゃったんですよ。入れてから1ヶ月経たないぐらいでもう糸が切れ始めちゃって、で、やっぱり3ヶ月ぐらい活着させるのに時間かかるじゃないですか。そこまでいかずに、ブセワランドから浮いてきちゃって、これ失敗しましたね。ADA のモスコット、溶けていいんですけど、ちょっとエビに食われやすいっていうの、エビに食われるとね、ダメになりやすいっていうのが、ちょっと今回あったかなーっていうふうに思います。ブセが枯れたとか溶けたっていうような感じはないんですけど、ちょっとね、そこだけは残念でしたね。で、水の色は全体的に茶色です。これは流木のアクがね、出てるのかなというような感じですね。なんか、アマゾンの源流の水みたいな感じになっちゃってますけど、そこの底綱に、コリドラスのボトムサンドを足しました。これのボトムサンドの色は、割とちょっと肌色っぽいというような感じなんで、流木のアクが出た、この水のね、茶色っぽい水の色にマッチするような感じになってます。一応コリドラスピグミーとアルジーライムシュリンプがいるんですけど、コリドラス、ピグミーのために、敷いたボトムサンドでもあります。で、アルジーライムシュリンプは、多分、ちっちゃいのとかが見えるので、増えてる気がします。はい。繁殖できてるのかなと思いますね。コリドラスピグミーはちょっと繁殖してる様子はないですね。ベビーのアルジーライムシュリンプは、一応ね、苔取りのために入れてます。20匹ぐらい入ってるんですけど、そんなに、苔取り能力はそこまで高くないかなっていうような印象ですね。逆に、ブセファランドラとかの食害とかないですし、陰性水草の食害とかもないんで、割と水草には優しい苔取り生態かなと思います。で、苔も増えることはなかったんでね、ちょうどいい、バランス、均衡が取れてたのかなと思いますね。RG ライプシュリンプね。で、水中で根がね、すごい伸びてた草があったんですけど、それはね、多分山崎カズラだと思うんですよ。かなり、割と小さめな株を後ろの方に植えたんですけど、水槽台の下のね、段の上まで届くようなぐらい育っちゃってますね。山崎カズラ。もう、手前のピナティフィダがすごすぎて、ちょっと全体像がつかめないぐらいのような感じになってます。めちゃくちゃ育ってますね。山崎カズラ。で、一応他にも植えた草がいくつかあります。苔玉観葉3種、バー水苔っていうね、ものをチャームで買ったんですけど、これ、シンゴニウムとか、あと、ペディランサスナナスとか植えてます。で、あとね、
ちょこっとここに映ってるんですけど、ガジュマルの木も植えてます。確かガジュマルだったかな。植えてますね。あとは、ルドビジアのスーパーレッドも植えてます。それと、ブセとかアヌビアスが剥がれたやつ、剥がれて浮いてきたやつか。そういうのも一緒にね、水上用エリアに、ぶっち込んで植えてます。全然見えないですけどね。ピナティフィダがすごすぎて全然見えないですけど、植えてます。で、ボルビティスは、なんだかね、薄っぽい色からかなり濃い色になりました。かなり濃い色の、そうですね。かなり濃い色のボルビティスですね。に、変わってます。取り出すとこんな感じですね。葉っぱがかなり分厚くて、で、しっかりとしたっていう感じですね。以前より。割と濃い緑色になってます。まあ、こんな感じでね、ちょっとだいぶ育って、かなり汚い見た目がかなり汚くなっちゃいましたね。ピナティフィダをちょっと放置しすぎた感じですね。僕が当初予定してた水系とだいぶ変わってしまいました。ここまでちょっと成長するとは想定外でしたね。次回はこれをちょっとトリミングして見た目をきれいにしていきます。ということで、今回は以上になります。また動画見てください。ご視聴最後までありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。